突然ですが、もし明日あなたが極めて複雑で原因不明の病気だと診断されたとしますよね。はい。その時、20年の経験を持つベテランの人間の医師と最新の AI、どちらに問診してほしいですか？まあ、それは究極の選択ですね。いやいや、命がかかっているんだから当然人間でしょうって普通は思いますよね。でも、もしその AI の方が人間よりもあなたの言葉の裏にある文脈を読み取ってくれて、ええ、しかも深い共感を示して、より正確な診断を下せるとしたらどうでしょうか？なるほど。それは非常に考えさせられる問いですね。私たちが医療における診断と聞いて思い浮かべるのは、レントゲンで折れた骨を刺すような、非常に白黒はっきりしたエンジニアリングの世界です。はい、痛いところを治すみたいな。そうです。でも現実の医療はもっと複雑で曖昧な、まさに診断の泥水と呼ぶべき領域に満ちているんですよね。診断の泥水ですか？確かに。リスナーのあなたも自分のちょっとした症状をネットで検索して、もしかして淵の病なのではって余計に不安の泥水に溺れてしまった経験があるんじゃないでしょうか。ええ、よくあることですよね。ということで、今回はこの透明な医療の世界を AI がいかにして透き通った水に変えようとしているのか、あなたと一緒に深掘りしていきます。よろしくお願いします。今日の私たちの手元には、Google I/O2025 年の Google リサーチによる最新の発表資料がありまして、はい。さらに医療対話 AI のアミエに関する研究論文、オープンな医療モデルであるメドゲンマの技術報告、そして Wayfinding AI という患者との対話を改善するシステムに関するユーザー調査など、もう膨大なリサーチ資料の山があるんですよね。そうですね。かなり読み応えのある資料ばかりでした。今回のミッションは明確です。最新の AI が単なる事実の検索エンジンから医師のように推論し、患者に寄り添い、さらには専門医の意思決定すら支援する医療パートナーへとどう進化しているのか。ええ。その最前線のメカニズムを解き明かしていくことですね。なるほど。これを紐解いてみましょう。医療という特殊の分野に入る前に、まずは AI というテクノロジーの仕方が今どうなっているのかを把握しておきたいですね。はい、重要ですね。Google I/O2025 の資料を見ると、AI がただのチャットボットから完全に脱却しつつあることがよくわかります。例えば最新モデルのジェンマ3は140以上の言語に対応していますし、ええ、私が特に驚いたのはジェンマ 3N なんです。これわずか 2GB の RAM で動くって書いてありましたよね。そうなんです。スマートフォンなどのデバイス上でローカルにサクサク動くように設計されているんですよ。スマホでローカルに動く。はい。デバイス上で完結するということは、クラウドとの通信による遅延がなくなり、何よりユーザーのプライバシーが完全に手元で守られるという決定的な意味を持ちます。なるほど。この基礎能力の底上げは他の領域にも波及していまして、例えば教育分野の LearnLM はジェミニ2.5に統合されました。あれですよね。学生のノートからカスタムクイズを作るやつ。そうです。しかも単にクイズを作るだけではなく、なぜ間違えたのかまでフィードバックする世界トップクラスの学習モデルに進化しています。教育だけじゃないですよね。資料にはテキストからアニメーションを生成するスパークファイとか、ありましたね。衛星画像から山火事を高解像度で見つけ出す FireSat、さらには量子 AI のウィローチップを使った新薬開発のアプローチまで載っていました。本当に多岐にわたっています。極めつけは AI コーサイエンティストですよ。白血病の既存薬を転用する仮説を立てたり、ライコンという技術で脳の神経細胞をマッピングする手伝いをしている。これ完全に図書館員から優秀な同僚に進化していませんか？
まさに同僚ですね。ただここで興味深いのは AI が何をしているかではなく、どうやってそれを可能にしているかというメカニズムの部分なんです。どうやってですか？例えば検索機能における AI モードインサーチでは、推測的デコーディングという技術とファクツグラウンディングリーダーボードという事実性評価が導入されています。出ましたね、専門用語。推測的デコーディング。これって具体的に AI の中で何が起きているんですか？簡単に言うとですね、AI が文章を作る際、一単語ずつ順番に計算するのではなく、文の先の展開をいくつか先読みして一気に処理する技術なんです。先読み？はい。私たちが会話の中で相手の次の言葉を無意識に予測するのによく似ています。これによって処理速度が劇的に上がりまして、はいはい。その余った計算パワーを複数の情報源と照らし合わせて事実確認をするという作業に回せるのになったんです。なるほど。頭の回転を早くした分、空いた時間で裏付け調査をしっかりやっているわけだ。その通りです。だから推論能力と正確性が跳ね上がっているんですね。いやー、でもとはいえですよ。教育や検索での間違いならまあご愛嬌で済みますけど、そうですね。医療における間違いは文字通り死活問題じゃないですか。この強力だけど時々ハルシネーション、いわゆる嘘をつく AI をどうやって安全な医療モデルに特化させているんでしょうか。そこで鍵となるのが、医療データに特化して訓練されたオープンモデルメットゲンマと、その資格の役割を果たすメットシグランなんです。メットゲンマですね。メットゲンマには 4B と 27B、つまり40億と270億のパラメータを持つ2つのモデルが用意されています。このパラメータというのはよく耳にしますけど、要するに AI の脳のシナプスの数みたいなものだと考えていいですか？数が多いほど複雑な思考ができるという。はい、その理解で十分です。そして面白いのは、270億パラメータという現在の巨大なクラウド AI と比べればかなり小型なモデルでありながら、はい。メド QA やパブメド QA、さらにはアフリカの医療データを含むアフリメド QA といった多様な医療ベンチマークにおいて巨大モデルに匹敵する性能を叩き出している点です。少数精鋭の専門家チームを作ったようなものですね。資料で特に目を引いたのが、さらに小型のメドジェンマ 4B が生成した胸部 X 線レポートなんですよ。あのデータですね。なんと 81% のケースで米国の専門医が人間の放射線科医が書いたレポートと同等の患者管理をもたらすと評価している。これ AI がレントゲン写真を見て、ここに影があるからこういう処置が必要だって人間レベルで判断できているということですよね。そうです。一体どうやって画像を理解しているんですか？それを可能にしているのがメドシックリップというわずか4億パラメーターの軽量な画像エンコーダーです。ほう。これが非常にユニークな働きをします。レントゲン写真や病理組織のプレパラート、皮膚科の画像といった視覚的なピクセルデータをテキストの単語データと同じ共通の埋め込み空間に変換するんです。共通の埋め込み空間。つまり AI の脳内にある巨大な地図の上に画像も文字も同じ意味の座標として配置するわけですね。まさにそのイメージです。ということは、メドシックリップは X 線に映ったモヤモヤした影を AI が理解できる医学用語の概念に変換する医療画像専用の万能翻訳機みたいなものだと。完璧な例えです。画像の特徴と医学用語の概念を直接結びつけているんですね。そしてこれらがオープンモデルとして公開されていることには技術以上の重要な意味があります。と言いますと？クラウド上の API 経由で使うのではなく、病院の厳重なセキュリティ下にあるローカルサーバーや医師のモバイル端末上で直接実行できるということです。なるほど。患者のレントゲン写真とか機密性の高いカルテのデータを外部のテック企業のサーバーに送信しなくて済む。病院側が最も気にするプライバシー要件を完全にクリアできるわけだ。それだけではありません。安定性の担保という医療現場にとって死活問題となるメリットもあります。安定性ですか？クラウド型の API モデルは開発側で密に行われるため、昨日まで正確に動いている AI が今日になって突然予期せぬ回答をし始めるリスクがあるんです。ありますね、そういうこと。ローカルで動くオープンモデルならバージョンを固定していついかなる時も一貫した再現性を保てるのです。なるほど。
完璧な医学知識を持ち、プライバシーも守りながら、レントゲンを正確に読める。いわば、お医者さんの座学の部分は完璧になったということですね。はい。しかしここからが本当の課題なんですよ。医学的知識があり、画像が読めるのは素晴らしいことですが、実際の医療現場において最も難しく、かつ重要なプロセスはそこではありません。違うんですか？最も難しいのは、目の前の患者から正しい症状を聞き出すことです。確かに。私たちが自分がどこがどう痛いのか、いつからなのか、うまく言語化できないことの方が多いですからね。そこで研究者たちは AI に臨床面接、つまり頓診のアートを教え込もうとしました。ここで患者との対話を改善する Wayfinding AI のユーザー調査を見てみましょう。はい。163名を対象に行われたこの研究は、AI の振る舞いに対する人間の心理をついた非常に興味深い結果を示しています。この資料私も読みましたよ。ベースラインの一般的な AI って、ユーザーがお腹が痛いと入力すると、すぐに考えられる病気の長文リストをバーッと出してきますよね。そうですね。でも Wayfinding AI は、答えを数単遅らせてでも、文脈を探るための明確な質問を4から10回繰り返すように設計されていた。そうなんです。痛いのは食後ですかとか、他に飲んでいる薬はありますかと、ひたすら深掘りをしていくわけです。そして結果として、ユーザーは圧倒的に待たされてでも質問をしてくる AI の方を高く評価しました。そこが一番の疑問だったんですよ。ネットを使うときって私たちは今すぐ答えを出してくれって常に焦っているじゃないですか。はい、タイパを求めますよね。わざわざ質問で引き伸ばす AI の方を好んだというのはテクノロジーの常識を覆す発見ですよね。なぜ人間は面倒な質問を歓迎したんでしょうか？人間は自分の状況や文脈を深く理解しようと努めてくれる相手に対して共感を覚える生き物だからです。共感ですか？質問されることで最終的に導き出される回答が一般的なコピペではなく、自分専用にカスタマイズされた有益なものだと実感できたのです。なるほど。それに UI のデザインも秀逸でしたよね。画面を2つのカラムに分けて、左側でチャットでの問診を続けながら、右側に現在の暫定的な診断や情報を常に表示し続ける。はい、あのデザインは効果的でした。これならユーザーはなぜ今この質問をされているのかが視覚的にわかるから、対話へのモチベーションが保たれるわけだ。その通りです。そして、この頓診の技術を極限まで高め、真の医療対話 AI として組み上げられたのが AMIE なんです。出ましたね、AME。この AME のトレーニング方法がなんか SF 映画みたいで衝撃的だったんですよ。普通に考えたら、本物の人間の医師と患者の会話データを大量に読ませて学習させればいいと思いますよね。当初は誰もがそう考えました。しかし現実の診察の文字起こしデータには、言いよどみとかスラング、世間話、不完全な文章といったノイズが多すぎたんです。リアルな会話特有のノイズですね。はい。ノイズだらけのデータで学習すれば AI もまたノイズだらけの問診をするようになってしまいます。そこで研究チームが取った手法が自己対話型のシミュレーション環境の構築です。自分自身と会話して学習する。つまりチェスや囲碁の AI が自分同士で対戦して強くなるのと同じ手法を医療の問診に持ち込んだということですか？まさにそのアプローチです。内部ループと外部ループという2段階のシステムを採用していまして、はい。内部ループでは AME が AI の模擬患者を相手に問診を行います。そしてその対話プロセスに対して別の評価者 AI からこの質問は誘導尋問になっているといった批判的フィードバックを受けるんです。自分で問診して自分でダメ出しするんですね。そして外部ループで改善された対話データをもとに自身を微調整していく。これを延々と繰り返すことで人間のノイズを排除した純粋で洗練された問診スキルを獲得したのです。いや、すごい。その結果行われたテストが今日のハイライトですね。俳優が演じる模擬患者とテキストチャットで問診を行う OSCE スタイルの評価が行われました。客観的臨床能力試験ですね。はい。結果、AME は人間のプライマリーケア医、いわゆる総合診療医を相手に32項目の評価基準のうち、なんと28項目で上回った。これは驚くべき数字でした。共感性の示し方や診断の正確さにおいて人間の意思を超えたという事実。特にテキストベースのやり取りにおいては AI は人間のように疲労せず見落としもなく全ての可能性を網羅的に確認できるという強みが最大限に発揮されました。
いや、確かに風邪や一般的な症状といったプライマリーケアならエイミーの圧勝かもしれません。でもここでちょっと意地悪な質問をさせてください。はい、何でしょもし私が極めて複雑で専門医でも頭を悩ませるような深刻な病気だった場合、このエイミーは通用するんですか？素晴らしい着眼点です。まさに研究チームも同じ疑問を抱きまして、エイミーに究極の試練を与えました。高度な専門医、サブスペシャリストの領域への挑戦です。はいはい。具体的には、スタンフォード大学の肥大型心筋症に関する204人の実データと、ヒューストンメソジスト病院の乳がんに関する50の合成シナリオを使って能力がテストされました。乳がんのケースは未治療の初期状態から治療に抵抗性を示し始めた複雑な状態まであったんですよね。その通りです。ちょっと待ってください。エイミーは一般的な問診の訓練は受けていても、心臓病や腫瘍学の高度な専門訓練、つまりファインチューニングは受けていないんですよね。専門外の問題をどうやって解いたんですか？実はここが最初の Google I/O の話につながってくるんです。エイミーは推論時にウェブ検索と自己批判のパイプラインを用いました。ああ、AI モードインサーチで出てきた複数のソースを調べて裏付けを取る能力ですね。そうなんです。エイミーは与えられた複雑な症例に対し、まず回答のドラフトを作成します。ええ。次に、自らウェブで最新の医学論文やガイドラインを検索して情報を集め、自分のドラフトの弱点や論理の飛躍を自己批判し、修正してから最終的な回答を出すというプロセスをリアルタイムで実行したのです。自分で最新の論文を調べて、自分で自分の答えを添削してから提出するってことですか？完全にオープンブック形式の試験を自力でこなしたわけだ。で、結果はどうなったんですか？評価の結果、エイミーは内科の研修医や腫瘍学の若手専門医のパフォーマンスを上回りました。おお、勝ったんですね。しかし、経験豊富な指導医のレベルには及びませんでした。若手のエリートには勝ったけど大ベテランの指導医には負けたと。具体的に AI と指導医の間にどんな壁があったんでしょうか？非常に明確な違いが出ました。エイミーは手術の病理レポートを読み解いて、がん細胞が残っているかを特定したり、どの遺伝子検査が必要かを論理的に判断したりする情報処理は圧倒的に得意でした。はい。しかし、化学療法、放射線治療、ホルモン療法といった複数の治療法の最適な順番を決めるのが苦手だったんです。順番ですか？ガイドラインにまずは A の薬、次に B の薬って書いてあるんじゃないんですか？もちろん基本的なガイドラインはあります。しかし、現実の患者はガイドライン通りにはいきません。なるほど。人間の指導医は、この患者は前の抗がん剤で体力的にかなり疲弊しているから、あえて教科書通りの治療を遅らせて少し休ませようとか、この併存疾患があるから順番を入れ替えようといった明記されていない現場の経験や直感を働かせます。AI はこの生々しい現実の文脈を考慮するのがまだ不得意だったのです。現場の直感ですか？さらに資料を読むと心理的サポートに関しても違いが指摘されてますね。AI はお辛いですねといった一般的な共感やカウンセリングは提案できても、人間の若手医師が提案するような実務的な配慮が欠けていたと。金銭面の負担を減らすための医療費ナビガーターへの連携といった生活に密着したサポートですね。医療は病気を治すだけでなく、患者の生活全体を支えるシステムの一部ですから。つまり AI は最新の教科書と論文を完璧に暗記した超優秀な医学生だけど、目の前の患者の顔色を見て、あえてルールを破る判断ができるベテラン指導医の暗黙知にはまだ到達していないということですね。完璧な要約ですね。ただ、ここで見逃してはいけない希望のデータがあります。何でしょう？スタンフォードの心臓病のケースで、一般の心臓病専門医が AMI が作成した回答案を参考として読みながら診断を行った場合、63.7% のケースで人間の医師の診断の質が向上したのです。つまり AI が人間の仕事を奪うのではなく、AI をアシスタントとして使うことで人間の医師の能力が拡張されたということですね。その通りです。ただし、このテクノロジーが社会に実装される前に、論文の著者が強く警告している一つの事実をニュートラルな立場でお伝えしておく必要があります。警告ですか？はい。データのバイアスと公平性の問題です。何かデータに偏りがあったんですか？腫瘍学のデータセット、例えば今回使われたような乳がんの歴史的な既存データは、特定の系統、主にヨーロッパ系の人々のデータに大きく偏っていることが多いという事実です。なるほど。
これは AI の構造的な問題とより歴史的な医療データ収集の偏りが原因なんですね。AI は与えられたデータからしか学べないですからね。もしデータに多様性がなければ、トリプルネガティブ乳がんのような特定のマイノリティに多い症例において AI が最適な治療を提案できなくなる恐れがある。そうなんです。これは単なる技術的な誤差ではなく、医療格差を広げかねない事実として非常に重要ですね。だからこそ、ベスイズラエル・ディーコネス・メディカルセンターとの新たな提携により、この AI を現実の多様な臨床現場でどう安全かつ公平に活用できるか、検証プロジェクトがすでに始まっています。さて、あっという間に時間が過ぎてしまいました。今日見てきたように、AI は一般的な推論能力を飛躍的に高め、医療画像を読むオープンモデル、メドゲンマへと進化しました。はい。そして、ウェイファインディング AI やエミーによって、患者から適切に情報を引き出す対話の技術を身につけ、今や若手医師を凌駕し、専門医の医師の決定をアシストする段階にまで到達しています。もし私たちがこの巨大なリサーチの束から一つの大きな図像を描き出すとすれば、リスナーのあなたにお伝えしたいのはこれです。はい。あなたの地元の小さなクリニックの医師が白衣のポケットの中に世界最高峰の専門医チームの知識を持っている状態になる。結果としてあなたがどこに住んでいようとより早くより適切な治療を受けられるようになる。そんな未来の輪郭が今まさに描かれようとしているのです。それは本当にワクワクする未来ですね。でも最後に一つ、あなたに持ち帰って考えてみてほしいことがあります。何でしょ今日 AME がすでに研修医や若手のフェローよりも正確に診断し、優れた問診を行えるというデータを見ましたよね。見ました。もし将来、すべての基本的な診察や中等度の症例の対応を AI が完璧にこなすようになったら、人間の若手医師はどうやって現場の経験を積むのでしょうか。なるほど。AI が日常の医療業務を肩代わりする世界で、教科書を捨てるタイミングを知っているベテラン指導医の直感を持つ人間を私たちは一体どうやって育てていけばいいのか。確かに。テクノロジーが完璧になればなるほど人間の成長機会が奪われるかもしれない。これは医療に限らず全ての分野に突きつけられた非常に大きなジレンマかもしれませんね。あなたはどう思いますか？深い問いですね。今日一緒に診断の泥水に潜ってみて少しはその底が見えてきたでしょうか。 AI という新しいレンズが医療の不透明な部分をどこまでクリアにしてくれるのか、これからも目が離せません。今回のディープダイブにお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回新たな知識の探求でお会いしましょう。